この色もかっこいいし、成長点が横に広がっているように。こんなはい、お芋さんです。ちょっとお芋さん真ん中に持ってきてくれる？真ん中。はい。お芋さんです。お芋さんさ、ちょっとさ、お芋さんへこんでしまいました。お水がなかったかな。芋部分がへこんでしまったんですね。かわいそうに。食べれない。ね、こっちの方が分かりやすいからちょっとへこんじゃったんですね。本当にまん丸だったんだけどね。まん丸だったんだけどへこませてしまいました。いや、それから水あげてね、すっごい元気に葉っぱは育ってます。綺麗な色してる。特にね、奥は緑。元気がないわけじゃないですね。とても元気ないダメ。元気がないわけではない。葉っぱすごくない？丸いよ。丸い植物だもん。丸い葉っぱに丸い植物に丸い鉢にしたんですけど、ちょっとへこんじゃいましたね。お芋。それで丸い葉っぱ。ね、水あげたら治るかなと思ったんだけど。ほんと。まん丸だったんですけど、丸がでも丸はまだいっぱい。まん丸感がちょっと減ってしまいました。水不足でへこんだのか、成長の中でへこんだのか。葉っぱもまん丸で可愛いね、相変わらず。ここまで丸。まだこっち力も入ってきてるもんね。丸々？素敵。外川まさみさんの鉢ですね。鉢もこれもそこまで鉢そんなに大きく変わることもなくかな。そうだね。ほんと綺麗な色してるよね。ね、変わってる。表紋銀色。丸々玉になってしまいました。うわすごい。はい、我が家のゲーメと、ちょっとねどんどん増え続けております玉。また玉がねだいぶ増えてきまして、いくつか増えたんです。それだね、そこの真ん中の、ここがまた1個増えました。そう、お花かなとか思ってたんですけど、このまま玉でした。3個増えた。でもこっちにも。もともとは3個だったんですけどね、どんどん伸びてって上に4つつくのも珍しいってこう言われてたんですけど、4個が5個6、もうちょっと本当大変なことになってきましたね。これどうなっていくんでしょうか、この後。もう今にももうそのね取れそうです。これ取れるんでポコッ、この丸い玉ポン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 、そう取ってまた増やせるんですけどね。だから取んないでよ。自然に取れるまでほっときましょう。そのうち。自然に取れるの？だって重さでともちっちゃいでしょこれ。いい加減だいぶ重くなってきたと思われますが、はい、こんな感じでだいぶ斜めです。そろそろ植え替えしてあげたい。鉢はねボタナイズかけるの鉢です。回すのも怖いぐらい。そう、回すのも怖いんであんまり無理しない。
くなってる方が年寄りじゃない？じゃあ真緑だ、真緑。さてさて、生き生きしてる。どうなっていくのか楽しみにわかる。しています。次。はい保留。問題児亀甲竜。そう確かに今年の夏前にカットしたんですけど、もう生えてきました。早い。目覚めが早いです。もう本当につる長くなりすぎちゃって、ここでもう巻かないとどうしようもない。もうどうしようもないぐらい長くなりました。も巻く時のコツ。うすぐね休眠に入るのかなとか思いながらほっといたんですけど、まあ伸びる伸びる。そうですね。巻く時はですね、大変なことになりました。コツがあるんです。もう起きたということで、わかった、わかった。はい、じゃあこっちお願いします。せーの。はい、今度こっちね。せーの。ママ、次自分でやる。自分でできちょっと見て。自分でできてます。それでこれを巻きつけなきゃいけないんだよね。嘘。難しいな。わかんない？ちょっと年輪が刻まれてるみたいだね。地層みたいな感じになってる。かっこいいね。色がね変わってって、これは亀甲竜の魅力的なとこですよね。亀甲竜って寄れば寄るほどかっこよさが、分かりやすいっちゃ分かりやすいね。わかりやすいっちゃわかりやすい。とね、この育ってる感じがよく分かりますね。かっこいい。変わらず元気。このね、鉢も素敵ですね。形製作所さん、大きく変化することもなく素敵。これのね、お芋の部分はですね、下に行けば行くほど小さいゴツゴツになってですね、上に行けば行くほど大きいゴツゴツになってるんですね。鉢もね、なんかね、ゴツゴツみたいな鉢なんです。次はコピアポアシネレアココーマルです。これは未生で育てた植物を買ってきました。スパイシージェムさんのオープンガレージの時にね買ってきたココーマルです。はい、時々登場するんですけど、水の量をねだいぶ絞ったりしてたんですけど、たくさんあげてねって言われてたんですけど、あんまり変えたくなかったので、水の量を絞ってたんですけど、この前水あげました。ものすごいパンパンに丸くなりました。水あげたら本当急に前までだってね、3分の1ぐらいはへこんでたよ。そう急に丸く大きくなりました。水あげて、それだけ水がなかったんでしょうけどね。それだけ水が欲しいということで。水をあげて一気にパンパンになりました。びっくり。もう目に分かる、すぐ分かるぐらいパンパンと大きくなりました。前のね写真があれば載せたいとこなんですが、なかったらすいません。だいぶね変わったんですよ。いきなりパンパンに大きくなりました。いきなりパンパンにそう、笑っちゃいました。本当にいきなり？いきなりだ。いきなりボンって？ボンじゃそんな漫画みたいにはならないけどさ、膨らんだ瞬間は見てないんだけど、鉢はねもちろんスパイシージェムさんの鉢です。スパイシーさんには本当コピアパワーがよく似合いますよね。かっこいい。ねえねえ、これさ、コピアコアっていうさ、可愛い名前だけどさ、見た目はかっこいい。そうなのよ。かっこいい植物なの。名前とは違う。名前は可愛い。コピアポア。コピアポアシネレアって言います。
シネデアかっこいい。この国宝丸本当にね、色もねかっこいいし、薄黄緑色でね、トゲも真っ黒でかっこいい。うん、もうね上から見るとよくわかるんですよね、かっこいいトゲが。この色もかっこいいし、ものすっごいパンパンになりましたね。ねえ、びっくりしたよね。目を疑ったね。うん。でも本当それぐらいパンパンだったよね。次の植物ははい。こちら、ボス。ウエリアネグレクタ、ボスウエリアネグレクタですね。名前がだいぶ心配してたんですけど、今年も葉っぱが生えないんじゃないかと思って、そうです。もっさもさになりました。元気いっぱいの報告です。葉っぱがちっちゃい葉っぱが出てる。そう。とにかくいっぱい葉っぱが生えて、今年も元気に勝ちしてくれました。しっかり成長してる。蜂はレフトボタニカルさんの蜂です。何年もこんな感じでアンバランスに植えっぱなしですね、斜めで。今年も順調そうでよかったです。ちっちゃい葉っぱがですね、あります。観察します。何が取れたの？これはね、新葉がね、いっぱい。葉っぱに毛が入ってたってことね。これが新葉です。それが気になったんだ。生えてる。見て。見たいのがある。はい、次は我が家のウィンゾリーです。未生のねウィンゾリーを購入して早何年でしょうね。少しずつ大きくなり、少しずつ太り、少しずつ。かなり縦に伸びていたんですけど、今年なんか爆裂して脇芽がたくさんボンボン急に出てきました。すごいね。何なんでしょうか、いきなりびっくりしますね。そしてでもなんかこの辺も太ったよ、ほんとね、幹も太ってきたよね。細っちょろい感じだったんだけどね。そう、毎年一番上のにね葉っぱが大きいの咲いて、それで終わりだったんだけど、今年はなんかいろんなところからどんどん脇芽というのかね、これね、ものすごい葉っぱが出てくるようになりました。いろんなところからびっくりしています我々。面白い変化だね。ぐるぐるっと回して、ほんといろんなとこから急に、何でしょうか、突然始まりました。植物も鉢も関口さんのところで買ってきて、サイズをね合わせて選べたので、表情がある。なんかさ、これさ、人みたい。人？なんかこうやって出てる。万歳してるような人みたいな。確かにちょっとひょろいんですけどね頑張ってね、横に伸びてください横に太ってください。はい、
いやマテレアシクロフィラですね。マテレアこれもつるがいっぱいになっちゃったね。そう鉢がパンパンになったので植え替えしたんですね。すごい順調にね大きくなっています。芋の部分もだいぶ順調に太ってきてますね。やっぱ鉢を変えたからそんなにね大きさをまた感じなくなったけど、そう前まで鉢が小さかった時はかなりパンパンに見えました。また一回り大きくしたんで、またね大きくなってくれるのかな。順調に大きくなってます。今年は待望のお花をね見たかったんですけど、少なくとも春には出なかったですね。咲かなかった。黒い花が咲くそうなんで、楽しみなんですよ。鉢はバージニア・クリセビシュートさんの鉢です。ママがねとっても綺麗な鉢だ。これすごい釉薬がすごい垂れてるのが買いました。黒いと思います。素敵ですよね。黒いのに青と白の素敵な釉薬がかかっていて、とても綺麗ですね。綺麗だね。流れてる感じがね。この辺のね釉薬の溜まり具合とかとっても綺麗で、はい。フェリチタさんにねいただいたんだよね。そうなんです。フェリチタさん。どうもありがとうございます。ありがとうございます。順調に揃ってるんで、ちょっと一安心。なのと、あとね、あとはもう黒い花だよね。それを楽しみに待ってます。見れるように楽しみに待っています。フェリチタさんに重い。すごい成長したね。ガジュマルを植えました。ガジュマル。ガジュマル元気だよね。葉っぱのねちょっと焼けちゃうとこもあるけど、こうやって新しいのがどんどん生えてくるから常に元気。四つ葉それ三つ葉でしょ。クローバーが咲いてなんかあれだね。ほんと盆栽チックな。ブーゲンビリアみたいに。すごいなと思ったところがね、根っこです。根っこが出てきました。黒いです。根っこがすごい成長してるのね。この黒の根っこすごい成長しててさ、土から飛び出してきちゃってるのね。基本みたいになっちゃってる。ガジュマルはなんかそういう植物のイメージがあるよね。根っこがどんどん育ってきて、樹木木に巻きついていく感じがするよね。これはチョキ。この辺とかだと新しく生えてきてる。これもチョキになっちゃう。これも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 。一緒にせーの。回すのも一苦労です。重たいので。なかなかの大物ですね。はい、タクソンの鉢。これも2分の1で変わらずそこまでその経年的なものは感じないのかな。色はね、下だね。かっこいいね。砂が入り組んでる感じもいいね。元気あるよね、ほんと。葉っぱがキラキラしてる。水あげたからね。
オベサです。だいぶ育ちましたね。ここに小株ができてる。うん小株もできてる。これはね、これ小株なの？小株です。すごいちっちゃい。すんごいちっちゃいね。ポツポツいっぱい出てきたよね。8個ぐらい。上に長くなったよね。もうさこれぐらい伸びたよ。だいぶ伸びたよね。最初なんか徒長気味だったんだけど、なんかこの徒長なのかな、これも。最初雪だるまだなんて言えばいいんだろうな、った。これ。地球から大きな玉がはみ出しちゃった。ちょっとね、高く伸びるバージョンになってきたかな。なんか高くでですよね。伸びてしまったなと思ってたところなんですよ。これ上から見ると成長点が横に広がっているように見えるんですけど、どそれうなって気づいたいくんでしょうか。どうなっていくんでしょうかね、これは。ねえこれすごいよね。鉄化してきてんの。っていうことなのかね。もともとだから多量のオベサなんだけどね。それがだってね初め真ん中プツッだけだったもんね。そうなんかそしたらビフォアの写真もあるんでね、ビフォアの写真もこの横に出せればいいなと思うんですけど、だいぶね違うと思うんですよ。こんな感じ、だいぶ違う。でもすごいね。なんか面白い変化だね。どうなっていくんでしょうか。だいぶ不思議な形にねえどうなっていくんだろうね。わか進んでった。いっております。かなりねちょっとドキドキしています。どうなっていくのか楽しみな植物。はい、次はグラキリスです。娘はねえパパ飽きたって言っていなくなりました。飽きたそうです。撮影に参加したいって言ったのも本人、飽きて出て行ったのも本人。自由です。今ね3頭のグラキリス。そうね、3頭気味のグラキリスですね。今年買った。で今年買ったばっかりなんでね、環境に適応するのが大変だろうとは思ってたんですけど、予想通り葉っぱ何回か落ちて、でさらに今年はかなりね虫にやられました。我が家虫との戦いがかなりきつい戦いでした。でこの真夏になってね、あまりの暑さに虫たちもいなくなりました。ありがたい。でやっとこう元気な葉っぱが見れるようになりました。すくすくすく。ね、よかったね。新芽出てきてもね全部やられてたんで、戦っても取っても湧いてきちゃう。だいぶ大変でしたけどね、やっと葉っぱが出てきました。今年お花もね探したんですけど、お花も軒並み全部やられました、虫に。どうしようもなかったね今年はね。しょうがないね。ね、復活してくれました。グラキリスみんな復活してくれたんで、今年にね入ってきた新入りのこのグラキリスたちが一番環境が変わって心配だったんですけど、うまく夏も元気に過ごしています。葉も元気にね伸びてますね。ボーボーと伸びてる感じで、もう少し可愛く葉っぱがついてくれるといいんだけど。葉っぱ細いタイプだね。なんかちょっとね葉っぱにも個性があるよね、グラキリスって。蜂はローライフファクトリー、猪木ですよね。クラゲと猪木ですね。素敵。素敵だよね、いい色だよね。猪木、最初はママなんで猪木なんだろうと思いましたけど、すごい味があるよね。棚の雰囲気とよく合ってるよね。すごい合うね。朱色みたいな。なんかね、なんか
和の香りがするグラキリスになりました。もうね、上から見るとよくわかるんですよね。はい、これ上から見ると成長点が横に広がっているよ。回すのも怖いぐらいだね。そう、回すのも怖いんで、あんまり濡れちゃってるもん。無理しない。小さいゴツゴツになってですね、上に行けば行くほど大きいゴツゴツになってるんですね。